ネルギーが一回これをこうやってから今度こっちに来るっていう2段階でやってもいいんだけど、このエネルギーがこれでそのまま OK ですね。今度は何もせん、いきなりこうやると OK ですね。で片取りの一部だから今と同じように浮かして前にやってもいいし、そのままのこの流れに合わせてクッとやってもいいし、ここでスッと合わせて「はい!」ってやつもありだよね。 OK です。ついていくつもり。そうね。最後にやったのはね、最後にやった片取りじゃでやるこの状態じゃないですか。一回これが浮かしたいって言うんだけど、これじゃなくてダイレクトにスッと浮かしてる。でこれいくぜ。これが一気に沈み込むんだよ。だから相手から飛べるって反応があるのがちょっと前提だけどね。こう来て、これはうまくでいいよ。これ転がしてそのまま延長線上で。で最後まで送ってあげれば前受け身だし、それが途中でこうなってくれば飛ぶ受け身に変わるんだけど、ここで一回バランスするんですよ。ここでバランスしてもいいし、ちょっと上でバランスしてもいいんだけど、一回バランスしてるじゃん。でこのバランスがごめんいくよ。急に落ちる状態。スッとダイレクトにスッと浮かした後に下半身がスポンって中にかした。そう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 。スーッと。そうそうそう。技として難しいですね。受け身云々っていうか、落ちる前に何か入るそうで。ここでだから腰落とすときに、これだとケツの振りが、お尻の振りが入ってるから、これを可能だと真下にストッと落とせるっていうか、いきなりここでバランスしたやつがこれでストッとここの手応え残して、他が全部土台がなくなっている状態。その時にお尻が触れて土台が歪むと、結局その歪みが伝わって、それに反応されるっていうか、土台が歪んでるのがバレるから、ここで膝の抜きや股関節の抜きっていうかなんかわからんが、ここでストッと急に落とせる。お尻を振らないようにっていうのにいいかな。だからここでフッて作った時にこことここでバランススッて取ってしまって、で下半分がスッてなんかちょっとつかめるかも。でそのままこう向かってきたのをそのままこう誘導していくとか、あるいは少し呼吸力のためにこう浮かしたのをこれは分かりやすいですよね。分かりやすいってこれはこれで難しいですけどね、当然ずっとやってきたから。ここで一回クッてなってるんだね。ここに今面ができてるんですよ。この面がいきなりこう落ちてるんですよ。だから前に出たいんだけど前に出れない。出れないです。さっき言ってた投げが難しいのは、これやった時にねじれてしまうとねじれが多分伝わるんですよね。途中でやめますから。スーッと浮かしたのは、うわこれをどうやって飛んでつくのこの線、これでこの線っていうのにこれがどれだけ乗っかってるんで、それに乗ってるんですよ。はい。いけそうかな。いやでもここでスッと来て、はい、これがなくなる。そうそうそう、これに乗っておくっていうのはそうか、ここをやっぱ我慢してって言ったらしいですね。だからここの乗り感覚があるからですね。こっちも私がもっと上手かったらそれがもう離せないぐらいの呼吸力がなったらいいのかもしれませんけど、すみません。今なんかこっちに投げ出しちゃった感じなんですかね。だから飛ぼうと思って避けたら自分で目標を決めてそこに行くっていう癖がついて、ちょっとやりにくいっていうかではないというか。ちょっと低いところで天神橋にクッションがあるから、
この丸に乗りたいんですよ。しっかり頑張って少し出しといたんですよ。はい、この丸に戻ってくるよね、これね。正面にこの丸にスッと乗ってみたいですね。滑りもしかりで、これにスッと乗ってってみようとみたいなわけです。だから目標に向けて飛ぶぞとか、なんか走っていって滑るぞっていうのじゃないというか、それだったら体操選手に絶対かなわないから、そうじゃない、相手とのこう力の交流で、例えばこれだったらスッとここで合わさって、例えばここに握って、これが例えばこう回転しながら前にしっかり出していく。もう止めるな、出せ。グッと、そう。そしたらこれに乗って飛びたい。その時にこれが手だけで持ってたらこうなるよね。バランスを取るためにこうなるよね。これでもって言葉でこれに乗ってこれが動いていってる。はい、ということで飛び受け身をやっていきましたが、川端さんどうでしたか？そうですね、やっぱり自分で気づいてないところ、例えばちょっとこうぶら下がってるところとか、やっぱどうしてもこう遠くに飛ぼうとしてしまうっていうところで、自分もそれこそ俊原さんが質問されてたように起き上がりが遅い部分がもうあるので、やっぱちょっといろいろとやっていかなきゃいけないなと思いました。はい。このまま終わるのは難しそうですね。声が出ちゃう。誰かな？のコメントが真面目です。ちゃんと俊原さんに話しかけてる。そうですね。はい。飛び受け身が絶対できないと合気道にならないっていうのももちろんないからですね。はい。ただじゃあ何のためにやるのって言われるとどう答えますか？さっき言ったやっぱ中でも乗るっていうか、結局ちょっと抽象化のお互いはそのエネルギーの交流をやってるわけですよね。普通はだから相手のエネルギーより強いエネルギーで相手を制覇したいっていうのがいわば普通の格闘技とか武道の発想なんだけど、合気道ではそこの2人でそのエネルギーを巡らすって言ったら変ですけど、だからそれを感じて結果として例えば飛んでますよってだけだから、別にそれが前受け身であろうと後ろ受け身であろうと何でもケースバイケースでいいと思うんですけど。なるほどですね。はい。そうしたところの師匠を考えて稽古していくと、またちょっと違ったものが見えるかもしれないですね。いかがでしたか？私は池谷の課題がありますので、はい、池谷課題です。池谷課題です。はい。今日もまた露出してしまいました。露出してしまいました。露出露呈してしまいました。後で110番しておきたいと思います。ということで、今回は飛び受け身でした。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。